生チョコアイスを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は生チョコアイスを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、濃厚な生チョコアイスを作っていくんですけれども、氷を固めるのに使う製氷機を使って作っていきたいと思います。さらにですね、滑らかにするコツなどもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。チョコレート、生クリーム、牛乳、ココアパウダー、粉ゼラチン、お湯。今回はこちらの6つの材料で作っていきます。まずね、使うチョコレートなんですが、今回ミルクチョコレートを使います。こちらはお好みでブラックチョコレートを使っていただいても OK です。そして生クリームは動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。こちらも同様にお好みの生クリームを使っていただいて OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずこちらの粉ゼラチンをあらかじめ溶かしておきます。器に粉ゼラチン、そしてお湯を入れます。でこれをよく混ぜましょう。はい、今30秒ほど混ぜました。でまだね、少しつぶつぶが残ってるので、一度こちらを電子レンジ 600W で10秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜます。はい、OK です。このように粉ゼラチンのつぶつぶがなくなるまでしっかり混ぜてください。こちらのゼラチンなんですけれども、通常ね、作る時入れなくても作ることはできるんですが、このゼラチンを加えていただくことでとても滑らかで美味しい生チョコアイスに仕上がります。なのでね、ぜひこちらは入れてみてください。では続いてチョコレートを刻んでいきます。できるだけ細かく刻むようにしてください。はい、細かく刻みました。このぐらい細かめに刻んでください。ではね、こちらはボウルに入れておきます。それでは続いて生クリームと牛乳を温めます。小鍋に生クリーム、そして牛乳を加えます。で加えたら火にかけましょう。で火加減は中火です。このまま鍋肌がふつふつしてくるまで温めます。で温めてる時はね、熱が均一になるようにこのように混ぜながら温めてください。はい、今ね、鍋肌がふつふつしてきました。そしたら火を止めます。続いてここにね、ココアパウダーを混ぜていくんですけれども、全部ねこのまま入れてしまうとココアパウダーがねダマになりやすいので、こちらのねココアパウダーの方に生クリームと牛乳を温めたものを加えます。でこのように加えたら、まずこちらでなじませます。でこうしていただくとね、ダマにならず綺麗に仕上げることができます。でこのぐらい馴染んだらまた加えます。だいたいね大さじ3杯ずつね入れていただくとやりやすいと思います。そしてもう一度ねよく混ぜてなじませましょう。はい、 OK です。このようにねココアパウダーがなじむまでしっかり混ぜてください。そしたらねこちらに戻し入れます。はい、 OK です。そしたらねもう一度火にかけてください。で火加減は中火で、また鍋肌がふつふつするまで混ぜながら加熱していきます。このようにね混ぜていただくとココアパウダーもダマができず綺麗な仕上がりになります。ちょっとひと手間なんですけれどもね、この方法で作ってみてください。はい、今ね鍋肌がふつふつしたので止めます。火から下ろします。ではこちらね、刻んでおいたチョコレートの中に温めた生クリームと牛乳を回しかけます。まずね半分ぐらい入れてください。このように半分入れたら一度30秒待ってください。そうすることでチョコレートにゆっくり熱が伝わって綺麗に溶けやすくなります。はい、30秒経ちました。そしたら中心部からゆっくり混ぜていきましょう。でこの時ね泡立てないように混ぜるようにしてください。はい、混ざりました。では残りの牛乳と生クリームを加えます。そしてゆっくり混ぜましょう。で一度にね混ぜてしまうとなかなか綺麗に混ざらないので、2回に分けてね混ぜるようにしてください。は
はい、OK です。このように綺麗に混ざりました。それでは最後ですね、こちら溶かしておいたゼラチンを加えます。で、この時にもしね、ゼラチンが固まってしまった場合は、電子レンジ 600W で10秒ほど加熱して溶かしてから加えるようにしてください。ではこのまま流し入れます。そして混ぜます。はい、OK です。これでアイス生地の完成です。それではね、容器に流し入れていきます。流し入れる時はですね、このままだとね、ちょっと入れづらいので、こういった注ぎ口がついているものに入れていただくといいかなと思います。で、こちらをですね、より滑らかにしたい場合は、入れ替える時に茶こしでこしてみてください。そうするとね、より滑らかな仕上がりになります。はい、OK です。それでは型に流し入れていきます。それではね、今からこちらの容器に入れていきます。今回はシリコンタイプの製氷機に入れていきます。で、こちらのレシピはですね、通常のね、製氷機を使ってしまうと取り外す時にね、ちょっと取り出しにくいので、必ずシリコン製のものを使用するようにしてください。もしね、こういったシリコンタイプの製氷機がない場合は、こちら100円ショップに売っているこういったシリコンカップを使っていただくといいかなと思います。では、この中にこちらの生地を流し入れていきます。はい、OK です。このように流し込みました。それではこちらを冷凍庫で半日しっかりと冷やし固めます。はい、冷凍庫で冷やし固まりました。では開けます。はい、こんな感じでしっかりと冷やし固まってます。では型から取り外します。で、取り外す時はシリコン型なので、このようにね、ぐーっと剥いていただくと簡単に取り外すことができます。はい、こんな感じで冷やし固まりました。このようにね、シリコン型で作っていただくと綺麗に取り外すことができます。これで完成です。はい、これで生チョコアイスの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにとても滑らかで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。すっごく濃厚です。そして噛んだ食感がね、少しねもっちりとしていて、とても滑らかな仕上がりになってます。あとね、ガチガチに硬くないのでとても食べやすいと思います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の生チョコアイスのポイントです。まず今回の生チョコアイスなんですけれども、ゼラチンを加えました。このゼラチンを加えていただくことでとても滑らかな仕上がりになります。かつ少しね、もっちりとした食感になるので、ガチガチに固まることなくとても食べやすい仕上がりになります。このゼラチンなんですけれども、必ずお湯で溶かしてから混ぜるようにしてください。そして生クリームと牛乳なんですけれども、こちらをですね、沸騰直前まで加熱するようにしてください。沸騰させてしまうと膜ができてしまったり、あとは風味も変わってしまいますので注意していただけたらと思います。そしてココアパウダーについてなんですけれども、生地と少しなじませてから加えるようにしてください。そうすることでダマもできず綺麗な仕上がりになります。そして刻んだチョコレートに生クリームと牛乳を加えたら一度30秒待つようにしてください。すぐ混ぜてしまうと分離してしまったりとか、あとは綺麗に混ざらなくなってしまいます。なので生クリームと牛乳の熱をゆっくり伝えて、そして中央部分から優しく混ぜるようにしてください。そうすると綺麗に溶けると思います。あとはこのアイス生地を凍らせるだけなのでとても簡単です。で、今回はですね、シリコンタイプの製氷機を使いました。この製氷機なんですけれども、プラスチックタイプの製氷機でやってしまうと固めた後に取り外すのがね、結構難しかったりするので、シリコンタイプの容器で固めていただくのがおすすめです。あとはいつも私が蒸しパンで使っているシリコンカップですね、あちらを使っていただいても OK です。あるいはですね、タッパーとかにラップなどを敷いて、その上に生地を流し入れて、で取り出して5分ぐらい置いてから包丁で切って召し上がっていただいてもいいかなと思います。今回私が使っているシリコンタイプの製氷機はネットで購入しました。ネットにもね、いろんな製氷機が売っていますので、ぜひチェックしてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。濃厚でとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は生チョコアイスを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんの動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。